こんばんは。先輩ジャパニーズカフェへようこそ。ひよこ後輩です。どうもゴリ先輩です。今夜はね、ちょっと特別な話をしたいなって思って。お、いいテーマ思いついたの？手紙の話。前回は浴衣の話でしたよね。板につくって言葉だったね。私もこの間友達に最近それ板についてきたねって使ってみました。いいね、その調子。最近メッセージってほとんどスマホでしょ？ほぼそうだね。でもね、たまに手紙が届くとなんか嬉しいんですよ。わかる。手紙だっていう瞬間ね。字を見て誰だろうって考えてゆっくり開けるんですよね。その時間がね、メールにはないんだよね。今夜は月も綺麗だし、ちょっと書いてみようかなって思って。お、いいね。誰に書くの？それを今から考えるんです。まず誰の顔が浮かぶ？おばあちゃんかな。おばあちゃん、いいじゃん。最近あんまり連絡してなくて。じゃあちょうどいい。LINE じゃなくて字で元気だよって伝えたいなと思って。それ絶対喜ぶよ。そうかな。おばあちゃん世代って手紙が好きだから。でもさ、なんで手紙ってちょっと特別な感じがするんだろう。一文字ずつ手で書くからじゃない？確かに。メッセージだとさ、3秒で送れるじゃん。そうそう。でも手紙はね、30分くらいかけてゆっくり書くんだよ。30分。その間ずっと相手のこと考えてるんだよね。なるほど。それが伝わるってこと？受け取った人もね、なんとなくわかるんだよ。でもいざ書こうとすると最初の1行が出てこないんですよ。あるある。お元気ですか？とか、なんかちょっと硬くないですか？そうだね。じゃあ季節の話から入ると書きやすいよ。季節の話。最近夜が涼しくなりましたねとかね。それいい。久しぶりの人にはね、それくらいでちょうどいい。普段のメッセージと違って一文ずつ丁寧に書きたいなって思います。それね、心を込めて書くって言うんだよ。心を込めて。短くてもいいの、気持ちが入ってれば。字間違えちゃった。書き直す？消したら綺麗に消えないし。それもね、手書きらしくていいんじゃない？確かに完璧じゃなくていい？むしろその人の感じが出てた方がいいよ。何か気持ちが楽になりました。じゃあ続き書いて。夜が涼しくなりましたねって書いて、その次に何書こう？おばあちゃんの好きなものとか思い出すといいよ。和菓子。おばあちゃん毎年秋に栗羊羹作るんですよ。うわ、それ書こうよ。あの栗羊羹また食べたいですとか。完璧。それ絶対伝わるから。そっか、短くても心がこもってればいいんだ。そうそう、長くしようとすると逆に伝わらなくなるんだよ。それわかる気がします。受け取った時のおばあちゃんの顔想像できる？できる。多分何回も読み返すと思う。そういう手紙ってさ、捨てられないんだよね。わかる。私も昔もらった手紙まだ取ってあります。それが手紙の力なんだよね。じゃあ今日のキーフレーズちょっと整理してみようか。はい。心を込めて。意味はね、自分の気持ちを丁寧に詰めて相手に伝えること。今日の手紙まさにそれですね。贈り物にも使える表現だよ。心を込めて作りましたとかね。料理にも使えそう。そう、形のあるもの、ないもの、どっちにも使える便利な表現。じゃあ皆さんもご一緒に。3、2、1。心を込めて。私はこの後本当に書き終えてポストに入れてきます。いいね。皆さんも今夜誰かに1行だけでも書いてみてください。字が下手でも心がこもっていれば伝わります。それではまた次回。先輩ジャパニーズカフェ、また聞きに来てくださいね。おやすみなさい。